どうも、今回は RC4 ウィールドライブのトレイルファインダー2、こちらのですね、カスタムやっていこうと思います。初めてのカスタムですね、僕にとって。RC4 ウィールドライブトレイルファインダー2っていうとね、もう名機中の名機ですよね。リーフスプリングを採用したですね、武骨な感じ、武骨なこのスチールシャシ、最高にです所有感を満たしてくれるんですが、これガチガチなんです。合成ガチガチなんでね、足もガチガチです。やっぱりね、走りの面でもう少しね、足回り柔らかくしたいじゃんっていう風のがあります。これは実際問題ね。なんで、定番カスタムですね。これはもう昔からやられているカスタムを真似してやってみます。一つ目はこのスプリングですね。ショックアブソーバーの中にあるこのスプリングバネをですね、取っ払うってやつですね。これ入ってるとね、確かにね、すごいね、テンションかかっててですね、それがかなり影響してるんだろうなっていうのは想像つきます。フロントとリアのね、ショックアブソーバーの長さ、前70、後ろ90で長さ違うんでね、スプリングの長さも違います。全部取っ払いましたが、変わんないですね、何もね。で、2つ目のカスタムはこれ。リーフスプリングですね。リーフスプリング、これ3枚ね、こうやってついてるんですね。それのですね、一番短いタイプ、ヘルパーリーフっていうのかな。それをですね、取る。で、2枚にするっていうものが、2つ目のカスタム、定番カスタムですね。これは RC フォイルドライブの公式の YouTube でも紹介されているやり方です。ネジがね、2つあるんで、1本取るとですね、こうやってずれます。で、ずれた状態でですね、ネジを止めます。仮止めですね。で、もう1個のネジを取ると、こうやって取れると。だから全部ばらさなくてもね、取れます。一番短いね、このリーフスプリングが一番硬いんですよね。これだけでね、全然変わりましたね。で、ちなみにですね、TF2 は僕、切って組んだんで、組むときにね、説明書にあったですね、付属のですね、ネジロックで使ったんですけど、めちゃくちゃもう固定されててね、取れないんで、今ヒートガンでね、温めて通りました。TF2 はね、ネジロック剤使わなくていいですね、多分。で、こんな感じでですね、取れましたね。なんかね、結構柔らかくなった気しますね。で、フロントは外さなくてもいいみたいなカスタムもあります。そういうこと言ってる人もいますが、僕はね、4本全部外しました。フロントはほら、モーターとかついてるんで、それなりの重量はあるから、フロントは3枚のままでもいいよっていうのも、理解はできるんですけどね。それにしてもね、重いんで。重いじゃない、硬いんでね、足回り。ただ、正直言うと、このカスタム2つやりましたけれども、ほぼほぼですね、変わらなかったですね。足上げちょっと良くなったかなぐらい。少し、柔らかくなったかなぐらいなんで、セカンドモッドやっていきます。ここからはですね、ちょっとめんどくさい作業になるんで、時間が空いてしまったんですけれども、まずはですね、これ、サスペンション。ショックアブソーバー交換ですね。これアリエクスプレスで 90mm のショックアブソーバー4本買いました。ちょっと太いやつね。細いのが良かったんだけども、これ 4本でね、700円ぐらいだったかな。バカ安いでしょ。あと、これね。これが重要。ショックマウント。長いやつね。実は僕が持っている TF2 のフロントのね、このショックマウント、低いんですよ。それを長くすることで 90mm のショックアブソーバーが使えるようになると。ストロークが増えるということですね。右がね、これ純正の、かっこいいですよね、やっぱね。で、左これアリエクの安いやつ。かっこ悪いよね、これね。太いしね、なんか色も変だしね。でもちょっととりあえずですね、90mm のこれ、全部ね、これにやっていこうと思います。もちろんバネは抜いてあります。こんな感じでね、高さ全然違うでしょ。これがね、元々のやつ。で、ジェランデ2とかですね、あの辺についているショックマウントが使えるそうですね。そしてもう一つのカスタムがこれ。このリーフをね、取っ払ってですね、このね、
固定する部分の、なんつうの、こうやって斜めにですね、削るんですよ。これよくやってる人多いんですけれども、要はですね、ここの遊びですね、横にずれる遊びがないんですよ、もともと。もうぴったりなんですね、この幅が。でも、ああやって削ることでですね、このリーフがですね、斜めとかですね、横に少しですね、ずれるようになるんです。それによって、この足回りの動きがですね、ちょっと柔軟になるっていうものらしいですね。で、結論から言うと、これは本当にやった方がいいと思いました。ほら、こんな感じでね、横にずれるんで、これはね、大きいと思います。これね、やってないと全く動かないんですよ。で、あともう一つはですね、この、やっぱね、鉄、これね、ビヨン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 ですね、曲げてですね、鳴らすっていう必要があるみたいですね。なんで、かなりですね、パワープレイで伸ばしておりました。これやりすぎるとね、変な方向に曲がっちゃうんであれなんですけれども、鉄もね、確かにですね、こうやってね、ビヨン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 やってですね、やっていくとですね、なんかね、柔らかくなった気するんですよね。そしてこのオーリングですね、オーリングカスタム、これは本当意味あるのかわかんないんですけど、リーフを固定する部分のこのネジにですね、内径3ミリかな、これ。M3 のネジなんでね。あれをちょっとオーリングをかませることでですね、なんかやっぱちょっとこう柔軟になるみたいです。で、これ、全然ちゃうんですよ。もうびっくりしましたね、これね。おーっと思いました。ガチガチだったですよ。TF2 がですね、ここまで、これほら、初めこれですからね。もうフロントとリア、完全になんかこう、一緒でしょ？それがですね、ほら、なんかちょっとクローラーっぽくなりましたよね。これはですね、このカスタムして本当に良かったなと思いましたね。で、これシャーシだけなんで、これだけなんですけれども、重いですね、プラスチックボディを乗せるとですね、その重量で、さらにですね、この足上げ性能がね、アップするんですよ。見てみて。ほら。これ優秀だよ。全然優秀。初めのね、TF2 のね、足上げ知ってたらね、おーってなりますよ、これ。何センチかとかはね、わかんないし、他のマシンと比べてもしょうがないんであれですけども、いや、こんだけのなんか足の柔らかさ持った TF2 君。いや、これはね、ちょっと今度ですね、どっか走らせてですね、検証したいですね。いや、それにしても本当ね、この RC フォイールドライブトレイルファインダー2というかですね、RC フォイールドライブのラジコンってなんでこんなになんか愛しちゃうんでしょうね。本当愛してます。なんか所有感だけじゃなくて、なんか愛着というかね、このカスタムしていくこの楽しさ。いや、これやっぱ名機だわ。超おすすめですね。皆さんもね、このモッドぜひやってみてください。